のささやきの朗読や広前市へ越してきた日、最初に違和感を覚えたのは家の安さだった。築年数の割に信じられないほどの賃料で、内見に行った時も妙に話が早く進んだ。案内してくれた地主の老人は背の曲がった静かな男で、口調は柔らかいのにどこかこちらを値踏みするような目をしていた。契約の印鑑を押した瞬間、老人はふっと肩の力が抜けたように息を吐き、ここを気に入ってくれたのは本当にありがたいと必要以上に丁寧な礼を繰り返した。家は普通だった。間取りも広く、古い柱が少しきしむ程度で、格安の理由がわからないほどだった。ただ、裏手には細い旧道が一本伸びていて、その道だけは土が濃く黒ずんでいた。昼間でも薄い影の幕がかかっているようで、誰かが最近までそこを通っていた気配が残っているように見えた。夕方、引っ越しの挨拶に周りを歩いたが、家の場所を伝えると住民の反応が揃って曖昧になった。ああ、そこか、と言った後に続ける言葉がなく、皆同じように裏手の道を見ないようにしていたんだ。深入りしてはいけない場所でも扱うような沈黙が流れ、その空気が妙に胸に残った。その夜、荷物を片付けていると、裏の方からかすれた足音がした。砂利を踏む軽い音で、歩いているなら近づくか遠ざかるはずなのに、距離が変わらないまま一定で続いていた。窓を開けても誰もいない。ただ風の向きと足音だけが別々に流れていて、耳がそれを追い切れなかった。初日だから聞き間違えたんだと自分に言い聞かしても、音が止むまで妙な冷たさが背中に張り付いていた。その夜、子供が地図帳を眺めながら、ここ、名前がないね、と言った。指さしたのは裏手の旧道の先に広がる一帯で、確かに地図の印刷が薄く、境界線だけがぼんやりと残っていた。何気なくページを見ているだけだと思いたかったが、子供は続けて、ここ、誰も呼ばない名前があるんだって、とつぶやいたんだ。俺はその言葉の意味がわからず、理由を聞いても首をかしげるだけだった。越してきたばかりの家はとても静かで、壁も屋根も特に何も変わったことは起きなかった。それでも裏手の旧道だけは最初から別の時間が流れているようで、夜になると土の色まで深くなったように見えたんだ。格安物件を疑う理由はなかったはずなのに、初日の夜から家ではなく土地にだけ沈んだ気配があったんだ。翌朝その旧道がどこへ続いているのか確かめようと外へ出たとき、初めて小さな違和感では済まされないものを見つけることになる。翌朝、旧道を少し歩いてみると、土の色が
夜より薄くなっていた。風が通るたび粉のように舞い上がり、踏みしめると深さの違う沈み方をした。誰かが最近歩いた跡ともつかないのに、足の裏だけが妙に重く感じた。道の幅は狭く、両側の草木は外から押し寄せられたように傾いていて、昼でも薄暗かった。その日の昼、荷物を整理していると、地主の老人が訪ねてきた。玄関先で礼儀正しく頭を下げたが、家には入らず、裏を見ないようにして立っていた。落ち着いて過ごせていますかと、他愛のないことを聞きながらも、視線は地面の一点に吸い寄せられたままだった。弓道の方へ目を向けた瞬間だけ、老人の声が小さくなった。それは怯えるような反応だったんだ。帰り際、老人はふと声を落とし、夜だけは裏に近づかない方がいいですよ、と言った。理由を聞いても答えてはくれず、曖昧な笑みだけ残して帰っていった。あの言い方は注意ではなく警告に近かった。安物件であることに少しずつ理由が浮かび始めているのを自分でも薄々感じていた。午後、市役所へ住所変更の手続きをしに行った。壁に貼られた古い新聞の祝冊版が目に入った。昭和28年の紙面に、広前のある一家の死亡記事が小さく載っていた。場所は今の住所と離れているはずなのに、紙面の端に貼られたメモには、元は別地名とだけかすれた字で記されていた。その地名は塗りつぶされて読めなかった。けれど、なぜか裏手のあの弓道が頭をよぎった。職員にここ一帯の古い地名を尋ねると、資料庫から色あせた地図を出してくれた。ところが、裏手に広がるはずの一帯だけ、薄い境界線のまま地名が空白になっていた。昔は集落もあったらしいんですが、何分記録が残っていなくて。と職員は言ったが、その言い方は本当に残っていないのか、それとも触れたくないのか、判別できない声だった。家に戻る途中、子供が道端の落ち葉を拾って見せてきた。葉の裏には薄い墨の線がついていて、誰かが指でなぞったような跡にも見えた。子供は、これ、名前だよ、と言ったが、どんな名前かを聞いても答えてはくれなかった。ただ、葉を見つめる目の奥に、昨日とは違う影のようなものが揺れていたんだ。夕暮れ、弓道の前に立つと、昼よりも深い影が沈んでいた。風向きが変わるたびに、奥から何かが押し戻されるような冷気が流れ込んできた。道の先は曲がっているだけなのに、先が見えない。家の中は静かで何も起きていない。ただ弓道だけ時間の層が一枚ずれているように思えたんだ。その夜、家族が寝静まった頃、裏から乾いた音が一度だけ響いた。
木を叩いたような、土を落としたような、不自然に軽い音だった。耳を澄ますほど音は消えていき、気配だけが残った。決して大きな音ではなかったのに、胸の奥に小さなざらつきが沈んだまま取れなかった。そして翌朝、旧道の入り口に誰かが立っていた痕跡を見つけることになる。3日目の朝、旧道の入り口の土がわずかにえぐられていた。靴の跡ではなく、指で強く押したような深さで、形は不規則だった。夜の間に誰かが立っていたのか、踏みつけられたというより、そこにしがみついていたような跡にも見えた。触れると冷たく湿っていて、朝日が差しているのに乾く気配が全くなかった。昼前、家族で短い散歩に出かけた。裏手を避けて別の道へと向かったはずなのに、15分も歩くと景色が変わらなくなったんだ。木の並びが繰り返しているように思えて、曲がり角をいくつも通ったのに同じ形の石垣が現れたんだ。距離を確かめようとスマホの地図を開いても、現在地の表示が遅れたままピタリと止まり、針は方向を示さない。電波が弱い場所でもないのに、地図の中だけが静かに止まっているようだった。風の流れもいつの間にか一方向に偏っていた。木の葉が自分たちの方へと押し寄せてくるように揺れ、道の奥の影が少しずつ濃くなっていく。遠くから鳥の声が聞こえたが、その声だけが距離を感じず、空気の厚さの中で張り付いたように響いた。子供が急に足を止め、誰かに見られてる、とつぶやいたんだ。どの方向かを聞いても指をささず、ただ周囲を警戒するように目を動かしていた。引き返そうとしたとき、小さな祠のような石の塊が道端にあった。図形にも見えない形の線が刻まれ、表面に薄く黒い跡がついていた。手を触れないまま横を通り過ぎると、背後で空気が揺れた。耳のすぐ後ろで誰かが小さく息を吸ったようで、振り返ってももちろん誰もいなかった。けれど草の先が風とは違う力で押されていたんだ。家に戻ると地主の老人が門の前に立っていた。いつもより顔色が悪く、額に細い汗が浮いていた。裏へ行きましたか、と開口一番に尋ねてきた。俺は散歩しただけだと言うと、老人の目がわずかに見開いた。あの道は入ってはいけないよ。あれは戻らなくなる前触れだから。と低く震えた声で言った。理由を聞こうとしても老人は答えず、ただ夜になればわかるとだけ残して去っていった。夕方、旧道の入り口に立つと、昼よりも深い影が道の奥に沈んでいた。風が吹いているのに奥の木々だけが揺れず、影が地面を伝うようにゆっくりと広がっていた。
足元の土がわずかにへこみ、まるで誰かがそこを歩いた後のように沈んだんだ。空気の厚さが増し、数ほど胸に重く溜まっていった。家に戻ると、子供が窓の外を見つめたまま動かなかった。さっき、あの道の場所に人が立ってたよ。と言うんだ。どんな人かを聞いても説明できないという。ただ黒い形だったとだけ。まだ姿ははっきり見えないのに、旧道の向こうで何かが形を持ち始めている気配だけが確かにあった。だが次の日、確信することになる。あの道はどこかへ続いているのではなく、どこかが近づいてきているんだと。4日目の午後、旧道の奥に薄い霧が出ていた。朝日が差しているのに、霧は一箇所に固まったまま動かず、道の表面だけを白く塗りつぶしていた。近づくほど空気が重くなり、風が止まり、外の音が遠くへ押しやられたように消えた。足元の土は乾いているのに湿った匂いがした。生乾きの布のような、古い井戸の底のような匂いだった。霧の中を数歩進むと、景色が一度ねじれたように感じた。その瞬間、そこはもう旧道ではなかった。左右に古い木造の家が並び、板の壁は割れ、屋根の瓦はところどころ落ちていた。誰も住んでいないはずなのに、家の前に置かれた桶は濡れていて、軒下には乾ききらない洗い物が一つ下がっていた。人が使っていた痕跡がそのまま時間から切り離されたように残っていた。後ろを振り返ると来たはずの道がなかった。濃い霧が壁のように立ちふさがり、景色を塗り替えたように何も見えなかった。戻ろうとしても足が重く、空気の圧が胸にのしかかる。2歩後ろに下がるだけで息が詰まるほどの拒まれる感覚があった。村の中心らしき場所に小さな祠が傾いていた。木の表面は黒く焦げたように変色し、足元には細かい木片が散らばっていた。祠の横には倒れた柱が一本転がり、その先端には乾いた赤茶の跡がかすかに残っていた。触れなくても匂いが分かった。遠い昔の争いが地面に張り付いたまま離れていない匂いだった。家屋の一つの戸が半開きになっていて、風もないのにわずかに揺れていた。中を覗くと茶碗が机に残っており、布団がめくれたまま床に落ちていた。そこにいた誰かが途中で姿を消したような乱れ方だった。奥の暗がりには何も見えないはずなのに、目があったような気配だけが先に届いた。耳元で小さな音がした。廊下を歩くような軽い足の動きで、板の沈む響きが一度だけ空気に触れた。振り向いても誰もいないのに、家の奥からゆっくりと影が伸びてきた。人の形に見えるようでいて、輪郭が安定せず、
霧の中で形を探しているように揺れていたんだ。子供が小さく息を飲んだ。ここ、誰もいなかったのに。と、震える声で言った。俺は意味がわからず聞き返すと、子供は家の奥を指さした。さっきまであの部屋にいたよ。黒い服の人、こっち見てた。霧の奥で影が一つ動いた。ゆっくりと首の高さあたりで揺れ、こちらに向きを変えたように見えた。人影が立っていた場所の後ろには倒れた井戸があり、その縁には古い字で何かが刻まれていた。読めないはずなのに、頭の奥で一つだけ言葉が形になった。杉沢。まるで誰かが耳に近づいて囁いたような重みで、はっきりとそう聞こえた。霧の中で立ち止まった瞬間、空気の重さが変わった。村の家並みが薄く揺れ、耳の奥で低いざわめきが広がった。誰かが大勢で話しているような、しかし声ではなく息だけが集まったような、そんな圧だった。子供が急に手を握りしめ、帰ろうと震えた声で言った。だがどこへ向かっても霧の壁が立ちはだかり、旧道の方角すらわからなかった。家の間を抜けると広場のような場所に出た。中央には倒れた井戸、その横に古い木札が散らばっていた。表面には墨の線が混じり、字が崩れた跡が残っていた。その中の一枚にだけかろうじて読める線があった。丸みを帯びた筆跡で沢の字が浮かび、横にはかすれたもう一文字が並んでいた。読めないのに脳の奥で形だけが明確だった。その時、井戸の裏側から足音がした。乾いた板を踏むような軽い響きでゆっくりと近づいてきた。走るような気配ではなく、まるでその場に戻ってきたかのように一定の間隔で音が鳴った。霧の奥から黒い影が一つ浮かび上がり、肩ほどの高さで揺れたんだ。距離があるのにただこちらを見ていると分かった。影は動かない。その代わり広場の両側の家から別の影がにじむように現れたんだ。形を持つ直前の黒い人影で服が古い。昭和の頃の作業着のような色の抜けた布の輪郭。足元は地面に触れていないようで、影だけが地面に薄く沈んでいた。人数は増え続け、井戸の周りに半ば円を描くように立ち並んだ。子供が小さくつぶやいた。この人たち、みんな逃げてた。その声に返事をするように、影の一つがわずかに動いた。肩が揺れ、まるで後ろを振り返る動作を思い出したかのようだった。次の瞬間、耳の奥で短い叫び声のような響きがかすかに弾けた。声ではなく、記憶のかけらのような音だった。村の家々の中で
戸が一つだけ揺れた。風もないのに奥が暗く開き、板の上に乾いた泥の跡が一本続いていた。泥の形は小さく、子供の歩幅に近かった。だが、その横に重い足跡があり、明らかに大人のものだった。二つの跡が重なり、家の奥へと続いている。家族が逃げようとした痕跡ではなく、追われて逃げた後のように見えたんだ。そして不意に霧が一瞬薄れた。村の奥にある道の先に人影が一人立っていた。他の影よりもはっきりとしていて、着ている服が違った。古びた作業着ではなく、黒い羽織のようなものをまとい、顔の半分が霧に隠れている。立ち姿だけで異様な気配があり、その形はまるでこの村を滅ぼした存在のように感じたんだ。影たちは一斉にそちらへ顔を向けた。霧の静けさに耐えきれないほどの圧が押し寄せ、空気が震えた。子供がとっさに目を覆い、あの人、まだいるんだ、と言った。わかるはずのない言葉が、なぜか村全体の空気と合わせて真実のように響いた。その影はゆっくりとこちらに向けて頭を傾けた。霧が深さを増し、足元の地面が沈む感覚がした瞬間、急に視界が白く跳ねた。気づいたとき、村の景色は消えていた。霧の中の出口に放り出されたように、旧道の手前に立っていたんだ。時間がどれほど過ぎたのかわからない。ただ一つだけははっきりとしていた。広場に散らばっていた木札のうちの一枚が俺の足元に張り付いていたんだ。そこには崩れた文字でこう刻まれていた。杉沢。旧道に戻ったとき、夕暮れが落ちかけていた。足元の木札は乾いた音を立てて転がり、墨の線が薄くにじんでいた。家までの帰り道は現実の景色に戻っているはずなのに、周囲の音がどれも遅れて届き、背中にはまだ霧の重さがまとわりついていた。玄関に近づくと、門の前には地主の老人が立っていた。いつもより顔色が悪く、唇がわずかに震えていた。俺の姿を見ると、老人は安堵とも絶望ともつかない表情を浮かべ、戻ってきたのか、と喉の奥で転がすようにつぶやいた。問い返そうとしたが、老人は続けて、見たんだな、とだけ言った。言葉の端に長い震えが染みついていた。老人は裏手を見ようとしないまま、あそこはもともと俺の村だったんだ。昭和の初め、村の者は皆、あの日に。そこで声が途切れ、肩が大きく沈んだ。生き残ったのはわしだけだ。他は霧に飲まれた。老人は自分の胸ポケットから古い木札を取り出した。表面はひび割れ、墨の線は擦れている。それでも読める文字が
一つだけ残っていた。杉の字だった。その隣に当時のものらしい名字の一部がかすかに残っている。震える手で木札を見せながら老人は目を伏せた。封じてきたんだ。ずっと外へ出ないように。ここに住む者を遠ざけるために。格安物件の理由がようやくつながった。誰も住みたがらない土地を老人が必死につなぎ止めていたんだと分かった。裏の旧道は村の入り口ではなく、村がこちらへ伸ばしてくる残り道だったんだ。老人はそれを塞ぐ最後の存在で、俺たちはその結界の上に越してしまったんだ。戻った影は名を探す。と老人は言った。村が消えた日の続きを見つけようとするんだ。誰かを連れて行こうとする。その言葉の最中、家の中から小さく何かが落ちる音がした。子供が驚いて振り返ると、中央の廊下の暗がりに影が一つ立っていた。黒い輪郭で形が霧の中と同じだった。足は床に触れず、肩のあたりだけがわずかに揺れていた。息を飲むと影は廊下の奥へゆっくりと角度を変えた。顔は見えない。ただ視線だけがこちらに伸び、空気の温度が一気に下がる。影の足元にいつの間にか木札が落ちていた。家族の名字と並んで黒い墨で書かれた古い地名が沈んでいたんだ。杉沢。次の瞬間、影の後ろの闇が膨らみ、もう一つ、また一つと人の形が並び始めた。昭和の服、濡れた足元、誰も声を出さないまま廊下の奥にゆっくりと集まっていく。始まった。地主の老人がかすれた声でつぶやいた。影たちは動かない。ただ数を増やしながらこちら側へと来ようとしていた。